死の獣人に隠し効果があったことを発見したので紹介します。死の獣人とは、レベル40までの死体を蘇生させて永続的に刺激できる、達人レベルの召喚魔法です。とても強力な魔法なのですが、欠点もあります。それは、蘇生した死体は自動回復しないということです。どんなに強力な死体でも手動で回復しないとダメージが蓄積していずれ死んでしまいます。UESP などの一部ウェブサイトには蘇生した死体に自動回復を付与させるような記述があるのですが、これは実際には機能していません。ところが蘇生した死体にもう一度死の獣人をかけると体力が自動回復するようになります。死の獣人の自動回復付与を機能させるには、蘇生が完了した後にもう一度かける必要があったということです。そしてこの効果は、死体以外の NPC にも有効です。これを使えば、本来自動回復しないはずのモーリス・ジョンドレレを自動回復させることも可能です。もっと有効な使い方としては、闇の一等クエストの報酬でもらえる形なき暗殺者や、ボーンフォージで作れるスケルトンに自動回復を与えたり、ドーンガードルートで雇える鎧のトロールの回復速度を上げたりできます。従者の回復速度を上げることもできますが、ほとんどの NPC は戦闘中自動回復しないので、戦闘終了後の体力回復が早まるだけです。ところが AE では、戦闘中の体力回復速度を上げるクリサミアという武器が追加されており、これは従者にも有効です。なのでクリサミアを持たせれば、従者も戦闘中自動回復するようになります。この状態の従者に死の獣人をかければ、2倍以上の速さで体力が回復するようになります。クリサミアはリフテン南東、フォーレルホストを抜けた先にいる、失われた聖騎士を倒せば手に入ります。ジャンプで壁を登ればダンジョンを攻略する必要はないので、クリサミアだけ欲しい人はこの方法で手に入れるのがいいでしょう。このようにかなり強力な効果なのですが、残念ながら永続というわけではありません。持続時間は死の獣人と同じはずなのですが、ファストトラベルなどの大きめのロードを挟むと、効果が消えてしまいます。屋内へ移動するだけなら効果が消えることは多分ないので、ダンジョン攻略の前にかけておくという使い方が有効です。この自動回復の付与は死の獣人だけでなく資料支配でも可能です。効果時間は短いですが、回復速度は資料支配の方が大きくなります。そして資料支配の場合、2連の唱えで自動回復の付与効果を 2.2 倍にできます。対象がアンデッドなら、聖職者、血虫の兜、ボーンウルフの復讐でさらに強化できるので、クリサミアを持たせた獣人に2連の唱えで資料支配を当てると、ものすごい勢いで体力が回復します。治療術、聖職者、ボーンウルフの復讐、治療術師のローブで効果時間を伸ばせるので、これらの効果を揃えれば5分以上この状態が続きます。ちょっとしたダンジョンくらいならクリアできるので、クリサミアを持たせた獣人に治療支配をかけて盾役にするという運用も強そうです。そしてここからがさらに重要です。この自動回復付与は、死の獣人の巻物と虫の杖でも有効です。これが何を意味しているかというと、従者にこれらを使用させて、それを自分で受ければ、自分自身の自動回復を強化できます。ダルバスは聖職者のパークを持ってるので、自分がアンデッドなら、ダルバスからこれらの魔法を受けることで、体力の回復速度を約 2.8 倍まで上げられます。自分自身にかけた場合は、NPC と違いファストトラベルなどでバフが消えることはありません。衛兵に逮捕されるなど、バフが消える行動をとると消えてしまいますが、時間経過などで自然に消えることはないと考えていいでしょう。クリサミアの戦闘中回復速度上昇も、聖職者と血虫の兜で強化できるので、これらの条件を全て揃えると、これくらいの速さで体力が回復するようになります。不樹で体力回復速度を上げてない状態でこれなので、不樹装備を身につければここからさらに回復速度が上がるわけです。他にはウェアウルフの狩りの指輪と組み合わせるのも強力です。聖職者アンデッドウェアウルフが狩りの指輪と自動回復付与を得ると、これくらいの速度で体力が回復するようになります。これは回復手段に乏しいウェアウルフにとってかなり有効な強化手段になります。死の獣人の巻物はホワイトリッチの墓場で手に入る黒の書。月色の悪い設定の中で手に入ります。採用の黒の書を開いて脱出すると、ここのアイテムがリスポーンしなくなってしまいますが、死の獣人の巻物を取ったらすぐ外に出て、30日経過してからまた中に入れば、何度でもリスポーンします。死の獣人の巻物を集めたい人はここで集めればいいのですが、正直面倒くさいので、ホワイトランの門の前に落として、従者に拾わせて、外に出て、中に戻れば、また落ちてるので、これを繰り返せばいくらでも増やすことができます。AE なら虫の杖を使わせればこのような作業は必要ありません。ダルバスは破壊魔法の杖を一緒に持たせれば虫の杖を使うようになります。
他の従者に召喚杖を使わせる方法については、従者が召喚杖を使う条件という動画で解説してるので、詳しく知りたい人はそちらを見てみてください。というわけで死のジュートの隠し効果の紹介でした。ジュートの回復が完全に必要なくなるわけではありませんが、ダンジョンに入る前にかけておけば、少なくともそのダンジョンの攻略中は体力の心配をしなくて済むので、ジュートの使い勝手がかなり改善すると思います。私のチャンネルではこの他にも、スカイリムについて役立つ情報を発信しているので、興味があれば他の動画も見てみてください。その際はぜひ、フォロー、チャンネル登録、いいね、高評価をお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。